こんにちは、クールズバーベキューのドミニクです。最近オースティンに訪問したんですけど、オースティンといえばテキサスの首都、音楽の都市、そして数多くの有名テキサスバーベキュー店がある都市です。今回はそのうち2カ所を訪問することができたので、その様子を2回に分けてお伝えします。まず1軒目はフランクリンバーベキューです。この方、アロン・フランクリンが2009年に建てたお店です。私のロールモデルでもあるアロン・フランクリンはテキサスバーベキュー界のスターです。Well, hello there. テキサス祭りではこの世で一番のバーベキューを提供するお店と評価しており、オープンは11時からソルドアウトまで。それが普通は午後2時から3時のようですが、ここに行く時の一番の問題はこの長蛇の列をどう攻略するかです。こっちが入り口で列がこういう風に並ぶんですけど、こっちが西側で、午前中は日差しがこの方向で来てるんで、こちら側は午前中は影になっています。僕が狙いたいのはここら辺で、いろいろとリサーチをした結果、朝6時半頃に行けばこの辺は確保できるはずだったんですけど、なんかムズムズしてよく眠れられず、5時半にホテルから出ました。ホテルからフランクリンまでは歩いて5分以内。多分今行けば10人ぐらい並んでいるはずだったんですが、なぜか一人もいない。中ではどうやら準備が始まっているみたいです。ものすごくいいスモークの香りがします。貸し出しのチェアで待ってるとパンの納品が来ました。そして6時がちょっと過ぎた頃、やっと2人目登場です。横の方はジェレミーさんで、ガチのバーベキューマニアです。今一人でテキサスバーベキューツアーをしていて、昨日はインターステラー、明日はスノーズに行くそうです。仕事関係で日本にも結構来てるそうで、時間がたっぷりあったのでバーベキューの話題で盛り上がり、おかげさまで退屈せずに済みました。出前でコーヒーもおごってもらいました。これが9時頃の列です。こんな状況なら8時ぐらいに来ても全然セーフでしたね。そして開店1時間前になるとスタッフが出てきて何を注文するか先に聞きます。この時間帯からは店内に入ることができ、グッズも買えます。ジェレミーさんも私も結構な買い物をしてしまいました。ついに11時になり、一番で入場です。私はブリスケットハーフパウンド、スペアリブハーフパウンド、ターキークォーターパウンド、オリジナルソーセージを1つ注文しました。I hope you enjoy. Thank you very much. Thank you. Coleslaw, potato salad, and beans. こちらでサイドやデザート、飲み物を注文します。サイドは意外と3種類しかないです。私は肉だけでもキャパオーバーだったので、コーラとコースローだけ注文しました。これで62ドルぐらいです。次々と長い時間を一緒に炊いた戦友たちが入ってきます。バークも素晴らしく、見た目完璧なんですけど、果たしてこのワールドクラスのバーベキューの味はどうなのか。まずはブリスケットフラットから。鮮明なスモークリングが入ってます。なるほどね。なるほどです。アロンさんめちゃくちゃいい肉使ってるじゃないですか。これはそこらのチョイスグレードとは格が違ういい肉です。
和牛みたいにジューシーで柔らかいけど脂がしつこくない。いい肉を使ってチートをしているという意味ではなくて、良い素材を使うという料理の基本に徹底しているということを言いたいです。良いっていうか、これは極上の素材を使っていると思います。フラットでこれですよ。なぜここのブリスケットが有名なのか納得するところです。ポイントは口の中でとろけますね。ただ噛み味がなさすぎるという面ではどうなんでしょうか。贅沢言い過ぎですが、私はこれよりはもうちょっと弾力があった方がいいんですけどね。まあ何をターゲットにスモークをするかという話になりますけど、アロン・フランクリンの理想はこの口の中でとろけるような食感のブリスケットなんじゃないでしょうか。スペアリブも美しいですね。これ噛んだ瞬間スモークがガツンときます。ダーティースモークの嫌なやつじゃなくて、今日5時間以上外で並んでながらずっと感じていた心地のいいスモークの香りが圧縮されている味です。これは私のペレットスモーカーやウェバーではとても真似ができないスモークの味です。以前アロン・フランクリンのマスタークラスで彼はスペアリブには塩と胡椒、スモークだけを使うと言ってたんですが、これを聞いて私はいや嘘でしょうと思いましたけど、疑ってすみませんでした。これ本当にラブから塩と胡椒しか感じられません。よほどスモークに自信があるんだなと思いました。達人のシンプルな一撃って感じです。ソーセージは自分で言うのもなんですけど、私のソーセージにとても似てます。ただケーシングが口の中で残って結構しぶといんですけど、これは好き嫌いが分かれそうです。このターキーブレストは見た目ジューシーなんですけど、結構パサパサしてます。申し訳ないんですけど、私みたいなアジア人には理解しづらい味です。食事後にはスタッフに頼んでスモークハウスを見せてもらいました。ピット内には1000ガロンのプロパンガス容器を改造したスモーカーが並んでいて、今100個のブリスケットをスモークしているそうです。午前10時から夜12時頃までブリスケット、それからスペアリブとターキーをスモークするそうなので、ほぼ24時間回してるってことですよね。Yeah, these are 1,000-gallon converted propane tanks. Oh, no kidding. Yeah. So there's about 24 briskets in each one. さて、私のこの日のフランクリンバーベキューの体験はここまでですが、行ってきた後にそんなに待って食べる価値があったのかとよく聞かれます。まあこれは人によると思うんですけど、私にとっては長年憧れていたフランクリンバーベキューという店に行き、単にワールドクラスのバーベキューを食べることだけでなく、待ち時間も含めてその場の雰囲気を楽しみ、このバーベキューの聖地に訪れた同じ興味を持った人たちと触れ合うという総合的な経験としてとても貴重なものでして、当然待つ価値はありましたが、次回は絶対に8時以降に行くと思います。